雨が降って公園の桜の葉っぱが一気に落ちました。今回はこの桜の紅葉を使って染めてみたいと思います。真っ赤で綺麗な葉っぱだけを集めます。結論から言いますと、この紅葉染めは少々手間がかかります。でも手順は至って簡単です。まず染液を6回作ります。一番初めの染液を1番液と呼びます。6番液まで作るという意味です。1番から3番までは黄色みの強いオレンジ系のピンク、4番以降は赤みの強いクリアなピンクになっていくそうです。それでは始めましょう。これはほとんど出番のなかったワイシャツです。布として使いたいのでパーツを切り分けています。ほんの少しの洗剤を加えて1時間ほどコトコト煮ていきます。この作業を精錬と呼びます。最後に水洗い。すぐ染めない場合は乾かしておきます。次に染液を作ります。落ち葉は今回 130g ありました。染液の目安は生の場合染める量の同量から2倍と言われていますが、薄く染めたい人は少なく、濃く染めたい人は多くしてください。今回は染料と染める布の重さがたまたま同じになりました。まず落ち葉をきれいに洗ったら水を加えて煮ます。紅葉の赤みを出すために重曹を小さじ1加えて20分ほど煮ていきます。火加減は沸騰してから弱火にしてください。煮立ててから約10分後、黄色みが強く出ているのがわかります。20分後、一番液終了です。葉っぱを出してこします。とても濃い醤油みたいな染液ができました。これを2番3番と繰り返していきます。3番液、だいぶ赤みが出てきました。1番液と2番液を合わせたもので色テストをしてみます。2時間半後、結構染まっているように見えます。このまま朝までつけておきます。水温を測ってみたら20度ちょっとでした。だいぶぬるめですが、このままここに T シャツを入れて一晩浸し染めをすることにしました。こちらの T シャツは事前に精錬してあります。やはり噂は本当で、オレンジ系ピンクに染まりました。ちょっと薄い気がするので、今度は熱を加えて染めてみます。60度ぐらいまで加熱しました。そこに T シャツを入れて20分煮た後、2時間半ほど放置しました。一晩経って染液の酸化が進み、赤みが増したようです。ゆっくり染めたいときはこの方法が良いかもしれません。
ここから色のテストをしていきたいと思います。それぞれの染液に布を入れて20分間加熱してみます。もうお鍋がないので、こちらは電子レンジで加熱しました。今回5番液まで作ってテストしてみましたが、あまり大きな違いはないように思います。オレンジ系ピンクになると言われている1番2番液でも時間を置いてから染めたので、かなりピンク寄りに染まりました。同じように1番2番液で染めたこちらの T シャツもオレンジというよりはピンク系になりました。5番液で染めたものが一番クリアなピンクだったので、6番液まで取って5番と6番を合わせたもので染めていきたいと思います。今回初めて pH のテストをしてみました。7が中性で、右に行くほどアルカリ性、左に行くほど酸性になります。重曹はアルカリです。アルカリ抽出の染液にはお酢を入れて中性させると言われています。中和させることの一番の目的は染める繊維への負担を減らすということらしいです。ただこの中和させるという考えはひょっとしたら日本人特有なのかもとも思います。というのは他の国の草木染めのブログや動画もよく見るのですが、そういう考えに出会ったことがないのです。布に対する思いやりなのかなとも思います。もともと物を長く大切に使うというアイデアが日本文化の中にはあるので、そこに近い気もします。これは私の妄想です。お酢を入れすぎると酸性に傾き、また重曹を加えるとアルカリ性に傾きで、なかなか中性を捉えられません。今回はこのぐらいにしておきます。完璧は求めないことです。絞りを入れます。輪ゴムでぐるぐる縛っていくだけ。こんなに簡単なのに出来上がりの効果は抜群。小さい絞りも作りたかったので、このヘアゴムを使ってみました。温度は60度、20分加熱していきます。染めている間に先ほどの T シャツで T シャツヤンを作っていこうと思います。かき混ぜることなくただつけておいただけなので、空気が入ったところに輪染みができてしまいました。白く見えた T シャツも見えない汚れがちゃんと落ちていないと、こんな風に黒いシミになってしまいます。でもこんな時はここをバサッとカットすれば大丈夫。T シャツヤンに関しては以前紹介しているので、リンクを概要欄に貼っておきます。興味のある方は見てください。そうこうしている間に20分が経ってしまいました。ヘアゴムはギレギレになっています。加熱時間を含めると2時間ほど染液に使っていました。輪ゴムを取って色が落ちなくなるまでしっかり水洗いをしていきます。私は今回無焙煎にしました。この染液は色の定着が良いらしく、無焙煎でも大丈夫らしいです。確かに茶渋のようなものがついています。色の定着は良さそう。そして染め上がりはこんな感じになりました。T シャツを切り刻むのに夢中すぎて、かき混ぜるのを怠ったためにこんな風にムラができています。でも絞りとムラが合わさって絞りムラ染めってなかなか良い感じです。
途中で切れてしまったヘアゴムの絞りは薄めの模様で出来上がり、まるで雪のようです。最後までご視聴ありがとうございました。またここでお会いできるのを楽しみにしています。質問やコメントなどお待ちしております。それではまた。